盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは今2023年2月初旬なんですけども、この冬針金をかけた、盆栽の紹介、第2弾というか、中品をこの間取ったんですけども、今回は商品バージョン。商品って言ってもちょっと商品からちょっとサイズ超える子もいますけど、大体小ぶりな方中心に紹介していきます。でその前にちょっとお時間ください。今無料のメールマガジンをねやっております。でこの概要欄からメールアドレスだけで無料で登録できるんですが、4日おきか定期的にねメールが届きます。で内容は僕が YouTube で喋ってるような内容をさらにちゃんとした文字に起こして、で専用の動画も50通ぐらいの中で20本ぐらいわざわざじゃないわ撮っております。結構分かりやすくなってますので、よかったら登録してみてください。この概要欄からねメールアドレスだけでいきますんで、はい、ありがとうございました。では早速テーマの方に戻ります。この冬に針金をかけた盆栽の紹介ということなんですが、まず1本目、かなり小ぶりなサイズ的には14センチぐらい、14センチぐらい、しっかり商品盆栽の部類には入りますよね。僕が種をまいて曲げずにねそのまんま目切りだけちょきちょきやってたら、こんな感じになったんですけども、くねりこそないですが意外と枝しっかりついてねうち父針金かけたんですけども綺麗にねなりましたね。種まいて何年だろう、あまりちゃんと数えてないですけど10年経ってないかもしれない。はい、こんな感じで今日はもう値段もいっちゃいます。現時点の値段ではあるんですけども、そうだな、これ種からで結構綺麗だからこんな感じ。1番の黒松と題しまして、1万5,000円だったらお譲りできるかなと。これ小さい木の方がねなかなかね人気で売りやすくて、私事であるんですけども替えがないんでね意外と値段下げにくいっていうのがあって、ちょっと大きい盆栽よりかは割高なとこはあるかもしれませんけど、ご了承くださいということで、それでも1万5,000円そんなにはどうだろうねはい、ごにょごにょとごめんなさい。はい、これもしねお買い上げいただきたい方は Facebook とか Instagram 僕もやってますんで、北谷隆一で検索してくれたらどっか当たると思うんで Twitter とかそっちの方からダイレクトごめんなさい、ダイレクトメッセージなんかでね問い合わせていただいたらどうにかします。次は2番目、これも種から僕が育てた盆栽を針金かけたんですけども、これはしっかり曲げてます。でちょっと針金の筋残ってますけど、これ中に針金食い込ませてはないです。そのうち消えていくでしょう。で結構こじんまりと可愛くなりましたね。なんとなく半券街っぽい樹形ではありますけど、これがだいたい12、3センチぐらいちっちゃくて可愛いです。こんな感じどうしようかな。やっぱ針金かけるとね綺麗になりますよね。早速結構今回いっぱいご紹介するんでちょっとテンポ早いぞって言われるかもしれないですけど、これもそうだな、これもさっきと一緒ぐらいかな、こうなるとこっち得しちゃうか、いいか。2番の黒松1万5,000円と、はいこんな感じ、
ちゃんと導線かけてますんで、今の形からねちょっとずつ目切りのたんびに伸ばしたいとか伸ばせれますし、もっと生い茂ったらさらにこの枝なんかねちょっとずつ伸ばし気味でも綺麗かもしれないですね。はい。これ、これも僕が育てた子かな、種から。違うかな。まあでも同じような感じですね。はい。くねくねっと下幹にバランスの良い枝と、で寸法がだいたい16、7センチぐらいですね。はい。これも結構中の方に芽がちゃんとついてるんで、将来はしっかり目切りを正しくねしていけば綺麗な木になりそうな感じがあります。これちょっとここ傷ありますけど、裏側なんで全然影響はないと思います。はい、こんな感じ。これが綺麗だな。3番の黒松いくらしようかな。ちょっとさっきの子たちよりかはいいですね。これぐらいか。3番黒松18,000円ということで、はい。まだまだ若いですけどね、皮が乗って枝が充実したらかなりいい木になりそうな感じがあります。はい。では次、ちなみに今回紹介する木は全部黒松ですね。すべて黒松。はい、4番目。これは黒松なんですけど、樹形としては根上がりですね。ここまでこの結構上の方まで根っこで筒に入れてね、ここで育てて筒的なものをこう外して、でまた根を太らして、こういう感じで根上がりっていう状態になるんですけども、これまた上手に根がねうまいこと育ってますよね。形がすごくおしゃれというか、いいくねりが、根っこにもあって、上のバランスともあって結構綺麗な木だなと思います。寸法も17センチぐらい。はい。商品盆栽の部類に入るっちゃ入りますね。綺麗な、ちょっとくるっと回します。いい感じ。はい、結構これ2年ぐらい前まではね結構ボロボロだったんですよ。でちゃんとうちで2年間管理して針金かけたらここまで来たと。はい。皆さんもねボロボロになっても諦めずに2年間ぐらい正しい手入れすればこういう風になる場合もあるということで、はい。でお値段がどうしようかな。これはいいな。かな。はい。2万円いうことで。これは先に紹介した子よりかはちょっと高くはなるんですけども、皮が乗って枝が乗ったらね本当に、相当綺麗な、なかなかないタイプの盆栽になると思うんでね、これぐらいつけてもいいかなと思います。はい。これが4本ね。この子はちょっとおとなしめの
模様着というか直感というか、ちょっとまあそうですね、樹形的には難しい感じのこれはあります。18センチぐらいですね。今現時点ちょっとね、この途中から上にね、首が伸びた感じが、まあこの上の枝の張り、これからの枝の張りで解消されていけばいいなと。もしくはこの辺でね、ズドーンと切っちゃってね、さらに低い形の盆栽するのもありかなと。まあどちらでもいいですけど、切ったらなかなか時間はかかりますけどね、ここでね。まあ、そういうこれおとなしめの黒松で、まあこれもやっぱ丁寧に針金かけたらどんな形の子でもそれなりになっちゃうっていうね、やっぱりね。まあ、このサイズ感と枝の多さがいいですよね。十分景色を作ってくれてるというか、まあ、これもまあちょっと樹形はおとなしめですけど、まあ、金額的に言ったらまあ2万ぐらいはこの子もつけてあげていいんじゃないかなという感じではあります。はい。ちなみに裏はちゃんとバランスよく枝があるんで、今はガタガタしてますけど、どんどん見切りとね、まあ、剪定切り戻し作業なんかで輪郭は揃っていきます。はい。これが5番目が終わり、次が6番目。はい。これ3本立ちですね。寄せ植えっちゃ寄せ植えですね。株立ちみたいな感じにもなってますけども、今日全部黒松なんですが、これもポットにね、僕が3粒種まいたら3粒きれいに出てきて、ほんでまあそうですね、面白そうだったから針金でちょっと幹にも模様をつけて、でなんとなくもう見切りをね、言葉悪いですけど適当な感じでやってたんですよ。まあ簡単に種まいただけだからと思って、まあ何本かそういうのあったんですけど、その中でもこの子だけね、えらく綺麗になってきて、そうだからちょっと途中から特別扱いするようになって、まあ、目切りも丁寧にして、だんだん枝も充実してきて、で今回針金かけたら意外と思ったより綺麗になったなと。はい、いいですよね。3本立ちでね、シルエットがすごくいい感じです。鉢はちょっとね、今安い鉢入ってるんで、これはまあ植え替え綺麗な鉢にした方がいいかなとは思います。はい。寸法がちなみにまあ20センチないぐらいですね。19センチぐらいかなですね。はい。でこの6番目の黒松がどうしようかな。これも綺麗になったからさっきと値段よくかぶるけど、これもはい。まあ僕は種から作った木で、まあ、結構ずば抜けて良くなって、ほんで針金も丁寧にかけたということで、まあ2万円つけさせてください。はい、これも皮乗ってきたらかなり良くなってくると思います。はい、これが6番目が終わって、次は7本目。はい、これはよそから仕入れてきた黒松かな。うちで生産したものではないです。ただでもね、ここは根っこかな幹かな、なんかすごいね、足元からこの感じ面白いんですよね。であえてこういう長めの鉢に植えて、まああえてこれしか植わらないかそれにまあ丁寧にね、目切り繰り返し打ちでちゃんと管理して、針金今回この冬かけたらさらに綺麗になったなと。はい、面白いですよね。
これがなかったらね、あんまり面白みのない子だったかもしれないですけど、こういうのがあることによってかなり珍しいいい木になってるなと思います。はい。でこの子が大体この子は18センチぐらいですかね、寸法が。はい。まだまだ木は若いですけど将来性があるから、これどうしようかな。ちょっと上がるな。まあこれはまあ将来性があるということで、7番黒松25,000円いかがでしょうかというとこです。はい。芽吹きもなんか今よく見てたらね、ちっちゃい芽がいっぱい出てるんでね、芽吹きも良さそうなんですぐ良くなりそうな感じがあります。はい。これが7番目の黒松。次が8本目、あと2本です。すいません、なかなかと。これはちょっと幹もちゃんとくねってていい感じの黒松なんではないかなと思うようの。これ微妙な、ちょっとあれですね。ギリギリまあ20センチちょうどぐらいですね。20センチちょうどぐらい。はい。でまだ幹はちょっと若いんですけど、粘りもなかなかしっかりしてて、枝もいいところにあって、ただ天のあたりがねちょっと寂しいんで、この辺がまあそのうち良くなってきたらまあ本物かなと、これはなると思います。いっぱい芽ついてるんでね、この辺の枝なんかも胴吹きしやすいんで、もうこのてっぺんが解消されたら良くなるっていうのは全然すぐ、すぐ言うたって、盆栽の世界の1年2年とかすぐって言っちゃいますけど、2年3年すれば結構この辺も変わってくるかなと思います。はい。この黒松がそうだな。とはいえ8番黒松が3万円と、このサイズ以下なんかね、こうやって片手でね簡単に持てますんでね、手頃なんで、はい、これぐらいはつけていいんじゃないかなと思います。はい。これが8番目の黒松。次で最後です。これはちょっともう本格派というか、しっかり古くていい盆栽ですね。商品今回集めてたんですけど、この子は商品盆栽ではないですね。ちょっともうちょっといこうか。ごめんなさいね、目の前。22センチぐらいありますかね。商品盆栽って一般的に20センチ以下と言われとんで、商品盆栽ではないんですけど、小ぶりなあたりで今回集めてみたんですが、これは多分皮もしっかり乗ってるんで、樹齢は3、40年経ってそうな感じがします。で足元いいですよね。しっかりとこう裾野が広がって、迫力のある足元で、で枝もちゃんといっぱいついてて、ちょっとね空間の空いてるとこもあります。枝、完全にびっしりというわけではないです。ただ枝を見た感じ若い枝なんで、上からの枝が充実したりとか、その空いてるとこからまた針金かけたことによって胴吹きしやすくなりますんで、それによって徐々に良くなっていくかなと思います。この子の本当にもうしっかり綺麗になるって言ったら5年後ぐらいかな。これが胴吹きとかがいっぱいして針金も外して、でもう一回針金ね、ちょっと暴れた部分を揃えるような針金をもう一回かけて、さらにもう一回切りしたあたりちょっといっぱいいましたね。それぐらいになったら本当にかなり
いい木になると思います。実際盆栽ってねいい木になろう思ったらそういういっぱい手順と年数がいるんで、それはまあしょうがないというところですけど、それがまあ楽しみの一つでもありますけどね。これ針金かけてこの子だったらまあそうだな、難しいな。これぐらいはもうしょうがない。ちょっとドンと高くなっちゃいますけども、9番目黒松も12万円と。とにかく最近この辺りのサイズの盆栽がまあ軒並みこう割高な感じがします。仕入れる他のね業者さんから分けていただくというか、仕入れというような言い方するんですけども、そういう時でもまあ皆さんね、なかなか皆さんも手に入れられないから分けてもらう時でも結構高額になりがちですね。でしかもこれちゃんとうち父ですけども針金かけて綺麗になったっていうこの状態がね、なかなかここまでするのはできないことなんで、その辺も加味して12万円ということで、はい、こんな感じですね。今回9本もやっちゃってオール黒松でしたけど、もしね欲しいなという方がおられましたら、Facebook、Instagram あたりでとか Twitter でね北谷隆一で検索してもらってダイレクトメッセージなんかでもね言っていただいたらご対応できますよという、そんな感じで言ってみてください。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。